やることって大したことないじゃん。山下さんの仕事なんてさ。ああ、だから元引きこもりはダメなんだよな。長い期間、引きこもりだった私。社会復帰して頑張ろうと思っていたのだが、上司は私の何もかもが気に入らないようで、私を見下し、ストレスのはけ口にしていた。そんなある日、いとこと出かけた寿司屋で上司と遭遇してしまう。え？兄弟で傷の舐め合いでもしてるの？なんかさ、弟さんもボンクラですって雰囲気の顔だよね。いとこを私の弟と勘違いした上司は、容赦なく暴言をぶつけた。そして私たちは上司に追い立てられるように店を出る羽目に。ところが翌日、上司は驚きの事実を知り、奈落の底に突き落とされることになった。私の名前は山下亜美。今年で30歳になる。契約社員として地元企業の営業所で働いている。同世代の人たちが正社員としてバリバリ働き、結婚し子供を持っている姿を見ると、自分とは違うなとつくづく思う。そういう人生に憧れを持ちもするが、私には難しいというか、馴染めない気がする。長年の引きこもり生活を経験して、夜慣れも人慣れもしていない私。高校時代、同じクラスのほぼ全員から嫌がらせを受けた。理由は、私の両親が教師だったからだと記憶している。通っていた高校に勤めていたわけではなかったが、両親が教師ということで、なぜか目の敵にされてしまった。クラスの連絡網から省かれ、行事への参加を拒絶され、持ち物を隠された。弁当を毎日隠されるようになってからは、母に、電車に弁当箱を忘れた、と毎日のように嘘をついた。体育祭と文化祭に参加した覚えもない。暴言や暴力を振るわれていたわけではないが、とにかく徹底していないもの扱いを受けた。私、もう学校には行かない。ちょっと、アミ、この1年だけ今年で卒業じゃないの。別に、もうどうでもいいから。2年間の嫌がらせに耐えられなくなって、ぷつりと切れたのが高校3年生の春。母に学校を辞めたいと告げると、気持ちはわかるが、卒業だけは、となだめられた。ドラマや小説の世界だったら、ここで親子のやり合いや喧嘩が起きるのかもしれない。しかし、現実は静かだった。というか、私はそうだった。疲れていたというか、もういろいろと投げやりで面倒になっていたせいで、母の説得や言葉を振り切って部屋にこもるようになった。学校に行ったとしても自分のすべきことがわからない。多分、周囲は私に何も求めていない。私が何かしたらしたで気に食わないのだろうし、腹も立つ。そうであれば、私は家にいて黙っていよう。そう決めて、引きこもりの日々に突入した。両親は心配していたが、仕事も忙しく、私に構いきれない。というか、教師の子供が引きこもりで高校中退というのは、両親にとって不都合で罰も悪かったのだろう。私は責められも叱られもせず、刺激を与えないよう慎重に見守られていた。そうして17歳から27歳までの10年間を家の中で過ごした。いい加減外に出よう。10年かけてようやく自分を奮い立たせた私は縁あって現在の職場に雇ってもらえることになった。それでも10年の引きこもり生活ときっかけになった人間不信で仕事の基本すらうまく覚えられず噛み合わない。人と接する時間が長く止まり、挨拶すら忘れている。いいんだ。無理せずに仕事してもらえたら。誰にでも苦手はあるし、みんないろいろ違うもんだからね。同僚は私の事情を理解してくれる優しい人たちが多かった。そのおかげで少しずつ前進し、仕事も覚えられるようになった。
優しい人たちに囲まれ見守られて、じっくりと成長できたのだろう。だから本当に職場の人たちには感謝しかない。しかし、今から1年前に上司が変わってから風向きも変わった。上司は高校時代の同級生たちによく似た、私を責める攻撃的な人間だった。山下さん、取引先に挨拶の電話しておいてって言ったよね。いいえ、それは私じゃなくて。え？何言ってんの？電話できるよね。喋れるよね。なのに電話しないってなんで？ああ、元引きこもりだから喋れないんだっけ。私が勤める営業所に主任として異動してきた宇賀さんは、私の経歴と過去を知って面白がっていた。電話を苦手としている私は、一時的な応対以外は同僚に代わってもらっている。自分から人に話しかけてみたり、働きかけたりするのはどうしてもハードルが高い。宇賀さんは毎日そこをチクチクとついてくる。山下さん、ボソボソした話し方だから誰にも気づかれないんだよ。せめて明るく雰囲気だけでもどうにかならないの？一緒に仕事しててテンション下がるんだよな。社会への苦手意識は自分でも克服しようと努力はしている。けれど、時間がかかっているのと、自分の控えめな性格もあり、うまくいかない。ああ、どうして部下がこんなに暗いんだろうな。宇賀さんはたびたび私を見ながらつぶやく。それに飽きると、自分がやりたくない雑用を投げてくる。山下さんホームセンターに備品買いに行ってよ。あと郵便局に行って、ついでに役所も回ってきて。あと帰ったら処分する書類をシュレッダーにかけてみんなで分担する仕事を私に全部振り、私を部署から遠ざける。同僚も手伝おうとしてくれるが、みんなにもそれぞれの仕事がある。頼ってばかりもいられない。とはいえ、宇賀さんが営業所に赴任して以降、仕事への意欲を失いかけていた。会社に入った時、将来的には正社員登用の道もあると聞かされていた。私が努力して結果を残すことが大前提だが、真面目にコツコツと時間を積み重ねれば芽は出る。そう信じて頑張ってみたものの、正社員を目指すには上司に認めてもらわなければいけない。そして、その上司が宇賀さんだ。無理かもしれないな。正社員を望むのも、それ以前に働き続けることにもそう感じ、時々口にしてしまう。雑念以外の何者でもない。そうは分かっていても、どうしても考えてしまって仕事に身が入らなくなった。そんなある日、私は気の抜けたミスをしてしまった。部署に届いた荷物を受け取ったのはいいが、受け取り完了と受取人を確認するためのリストにハンコを押すのを忘れた。重要な荷物ではなく、部署で使用する文房具が届いていただけ。正直、このぐらいの荷物で受取人リストの記入に不備があっても大したことではない。しかし、宇賀さんにとっては大事だった。山下さん、何荷物の受け取りすらまともにできないって？わかってる？荷物受け取りました。みんなで共有しているリストにハンコを押します。そこまでが荷物の受け取りだよね。はい、すみません。荷物受け取るのに話す必要なんてそんなにないでしょ？それなのに緊張したりしてミスが起きるの？いいえ、他にやらないといけないこともあったので。やることって大したことじゃないじゃん。山下さんの仕事なんてせめて荷物受け取るぐらいはちゃんとしてくれないと。だからもっと引きこもりはダメなんだよな。私を鼻で笑い、宇賀さんはこの後一日中、私のミスをブツブツと言い、周囲に触れ回った。嫌な気分を引きずったまま仕事を終え帰宅しようとすると、いとこの勝樹くんから
食事をしようと連絡があった。勝樹くんとは昔から近所同士で、とにかくよく家を行き来してよく遊んでいた。親が忙しいとどちらかの家に預けられることもしょっちゅうで、私と勝樹くんは兄弟のように育ってきた。それもあって、勝樹くんは私をお姉ちゃんと呼んでくれている。私が勝樹くんの最初のメッセージに返信すると、すぐさま電話が鳴った。お姉ちゃん、寿司屋で待ってるから、早く来てね。勝樹くんのとっておきの店として、たまに行く。町では有名な高級寿司屋で待っていると言った。急いで向かい、勝樹くんと合流する。勝樹くんおすすめのコースを食べながら、今日一日のことを報告する。中身は 100% 愚痴でも、勝樹くんは辛抱強く聞いてくれた。宇賀主任も若いのに、どうしてあんなにネガティブなことばっかり言えるんだろう。そりゃ、管理職でストレスもあるかもしれないけど、ストレスがあっても、それを人にぶつけたり、攻撃的になって発散するのは違うでしょ？やっぱりそうだよね。お姉ちゃんは昔の経験で、人を嫌なものだって考えちゃうかもしれないけど、でも、俺はそれは違うと思う。大丈夫。それはわかってる。ほら、同じ部署の人もよくしてくれるし。主任以外は、ね。そうだね。勝樹くんと一日を振り返り、美味しいお寿司を食べる。それだけで良い気分転換にもなったし、話をしながら今後の改善点も見出せた。勝樹くんは私に、世の中には確かに扱いづらい、癖のある人がいる、と言った。人を温かい目で見られず、自分の定規で測って型にはめようとする。勝樹くんの感覚では、そんな人が癖のある人らしい。お姉ちゃんはきっと性善説で生きてるんだと思う。だから、主任みたいな人に言われたことを真に受けすぎて、辛くなる。そうなのかな。けど、根っから悪い人もいないと思うんだ。それは少し甘いと思うんだ。世の中には人を傷つけることにためらいのない人もいる。適当にあしらってればいいんだよ。勝樹くんに励まされ、私にはない世の中の見方まで教えてもらってしまった。昔から勝樹くんにはいろんなことを達観しているところがあって頼もしい。ありがとう。それだけ言うのが精一杯だったが、勝樹くんは大きくうなずいた。あれ？なんだよ。なんで山下さんがこんなところにいるの？聞き慣れた声とねちっこい口調にハッとして顔を上げる。そこには宇賀さんが立ち、ため息をついていた。ちょっとさ、山下さんみたいな人には不釣り合いな店だよね。ねえ。どうも。え？どうもって、挨拶のつもり？それじゃあ間違ってない？すみません。謝るのはできるんだ。そうか。慣れてるもんね、謝るのは。時と場所を無視して、宇賀さんは私をやり込める。どうやら、宇賀さんは一人で寿司屋を訪れたようだった。席に案内される途中で、私と勝樹くんに気づき、声をかけずにはいられなかったのだろう。お姉ちゃん、この方は？職場の主任の方で。私と勝樹くんが小声でやりとりをしていると、宇賀さんの目が光った。お姉ちゃんってことは、その人山下さんの弟？私が宇賀さんの早とちりを訂正する前に、宇賀さんが大きく笑った。兄弟で傷の舐め合いでもしてるの？なんかさ、弟さんもボンクラですって雰囲気の顔だよね。宇賀さんが矛先を勝樹くんに向ける。ボンクラで社会のお荷物の兄弟がこんな高級店で食べて平気なの？お金持ってる？主任、ちょっと待ってください。
待つって何を？俺が山下さんのために何を待たなきゃいけないの？だったら早く帰れば。社会のお荷物兄弟は花から出禁みたいなもんだからさ。店から出て行きなよ。何がそんなにおかしいのか。宇賀さんはとにかく笑いっぱなしだった。私がやめてくださいと抗議しても、それを指さして笑った。勝樹くんは唇を噛み、渋い顔のまま身動き一つしない。お姉ちゃん、行こう。勝樹くんがすっと立ち上がった。私を促すと、伝票を手にして出口へ向かって行こうとする。僕たちがここにいると、こちらの方を刺激してしまうみたいだ。ここは身を引いた方が、この場のためになる。え？弟はボンクラのくせに気が利くんだね。人様にご迷惑をかけてはならないことぐらいは心得ていますので。今日はこれで、お店の方にも不快な思いをさせてしまいますから、失礼いたします。へえ、よくできてるね。お姉さんにもさ、ちょっと頭の中身を分けてあげてよ。では、自分に向けられた宇賀さんの攻撃を勝樹くんは意に介さず、まともに取り合わなかった。冷静に状況を分析して、当たり障りのない笑顔を宇賀さんに向ける。行こうと呼びかけられて、私は勝樹くんの後を追う。ごめんね、私のせいで。店を出て勝樹くんに謝罪する。私と一緒に食事をしなければ、宇賀さんに遭遇して勝樹くんまで被害を受けずに済んだ。私がいなければ、私のせいで、と繰り返すと、勝樹くんが大きく首を振った。違う。お姉ちゃんは悪くないんだ。悪いのは、あの宇賀さんだよ。時と場所もわきまえず、みっともなく騒ぐ。お姉ちゃんは何もしていないし、悪くない。勝樹くんは、私に何度も言い聞かせ、前を向こうと顔を上げた。今日は、そうだね。寿司がうまかった。それだけを覚えておけばいいんじゃないかな。他のことは都合よく捨てちゃうんだ。勝樹くんに大きく笑われ、私も笑う。今度は別の店に行こうと次回の食事の約束をして私の家の前で別れた。ところが、その翌日の午前中、勝樹くんが知らせもよこさず私のいる営業所に顔を見せた。受付に用があり、たまたま玄関先まで出たところで、こちらに向かってくる勝樹くんと目が合った。思わず駆け寄り声をかける。勝樹くん、どうしたの？いや、ちょっと近くの取引先に用があってさ。近いから、ここにも挨拶にと思って。けど、急に来ても。ああ、それはそっか。ごめん。ひとまず、勝樹くんを通さなければと、先を案内する。すると、背後から宇賀さんに呼び止められた。外回りから汽車した宇賀さんは、私たちを見て目を輝かせた。山下さん、何考えてるの？なんでボンクラ弟がここにいるの？あ、まさか仕事中なのに弟を呼んだとか？何？ますます何考えてるの？だから違います。彼は。ボンクラ弟もなんで関係ないところに出入りするんだよ。頭悪いから常識的なことも考えられないのか？主任。たくよ。だから元引きこもりなんて雇いたくないんだよな。わけのわからない迷惑なことしかしない。いつも以上の私への嫌味。いや、宇賀さんの本音があらわになり、場が凍る。弟も弟で無関係の場所にのんきに乗り込んでくるなんて、本気で兄弟で常識がねえんだな。とりあえず勝樹くんを会社内に避難させるか、それとも3人で中に入って話し合えばいいのか。私には判断がつかず困っていると、珍しい人がこの場に現れた。あ、宮下社長、お久しぶりです。ああ、ご無沙汰をしてしまったね。元気かい？ええ。私が勤める会社の親会社の社長の宮下社長まで登場し、私は
半ば混乱しながら挨拶をする。宇賀さんはとっさのことに口が動かないのか、表情が不自然に固まっていた。さすがの宇賀さんも本社の社長のことは知っているらしく、静かになる。宮下社長は普段通りの穏やかな様子で、ゆったりと私たちの前で立ち止まった。なんだ、勝樹も来てたのか。宮下社長が勝樹くんの名前を呼んだのを見て、宇賀さんから声が漏れる。いいえ、この人は。宮下社長に首をかしげられた宇賀さんが、声を震わせ、勝樹くんを見ていった。ああ、勝樹は息子だ。まあ、今は本社の部下と紹介すべきだな。すまない。君は、この営業所の職員だね。名前は？何も知らない社長と何も知らなかった宇賀さん。社長は穏やかににこやかに宇賀さんに接するが、宇賀さんは青ざめている。宇賀と申します。販売促進部です。主任を。こわばった宇賀さんの答えに、社長はまた笑顔で声を弾ませた。販売促進部ということは、亜美の上司ということか？ああ、そうか。いや、亜美は私の姪なんだ。まあ、知っていたかもしれないがね。宮下社長、いや、おじさんは、宇賀さんの本性を知らずに、私の過去を話して聞かせた。家に引きこもり、塞ぎがちだった私を救おうと、勝樹くんが率先して動いてくれていたこと、社長という地位につく父親に、特権を使う形になると理解した上で相談をしたこと。亜美が構わないというのなら、私たちがいる本社で働かないか。おじさんは自ら私の本社での採用を持ちかけてくれた。しかし、そこまで甘えられないからと私は断った。そこで紹介されたのが、今いる子会社の営業所で、契約社員として入れてもらうことになった。亜美がどうしているか気にしてはいるんだが、なかなか足を運ぶ時間が取れなくてね。宇賀くん、どうなんだ？上司から見た亜美は。宇賀さんはうつむき、唇を震わせていた。どうした？おじさんが首をかしげ、宇賀さんの顔を覗き込もうとした。するとそこで、勝樹くんが口を開いた。宇賀主任にとって、亜美さんは会社のお荷物だそうですね。それは。元引きこもりは雇いたくないと先ほどおっしゃっていましたが。すみません。すみません。すみませんではなく、発言の意図をお聞かせ願いませんか？それは、だから、すみません。おい、どうした？何なんだ、勝樹。おじさんが勝樹くんと宇賀さんを交互に見た。宇賀さんはすっかり小さくなり、勝樹くんは怒りで目が座っていた。社長、宇賀主任は亜美さんに対してパワハラを行っています。勝樹くんは告発の第一声を挙げ、おじさんが現れるまでの私たちのやりとりについても明かした。そして前日の寿司屋での一件も、自分を私の弟と勘違いし、宇賀さんに侮辱されたこと、そもそも宇賀さんが飲食店で騒ぎ、店の迷惑になっていたこと。録音などの証拠は提示できませんが、寿司屋の方に話を聞いてもらえばわかることです。証言する人というのはいらっしゃるでしょう。勝樹くんはそこまで言うと、おじさんに部下として頭を下げた。おじさんは何も言わずうなずくと、宇賀さんに一言断りを入れた。宇賀くん、これから事実確認はさせてもらう。そして、私がこれから言うことは所詮、身内びいきかもしれない。しかしな、君は私の大切な姪に、なんてことをしてくれたんだ。申し訳ありません。私の身内であろうがなかろうが、部下を貶めて許される決まりなどない。おじさんの宇賀さんへの叱責は続き、最後には
宇賀さんは涙をこぼしていた。挙句の果てに混乱した宇賀さんが土下座しそうになり、勝樹くんに止められていた。会社の玄関先での騒動は、怒ったおじさんが引き上げ収まった。その後、営業所の所長に報告が上がり、宇賀さんへの調査が始まった。その結果、私や同じ部署の同僚へのパワハラがあったと認められ、宇賀さんは処分された。宇賀さんは降格になり、一社員からのやり直しになった。この処分は、左遷や異動よりも宇賀さんの身には応えたらしい。これまでの行いがすべて跳ね返って、誰にも相手をしてもらえない。最初は、あの宇賀さんとは思えないほどに、おべっかを使い、何とかしようとしていたが、最後は折れて退職していった。宇賀さんがいなくなり、私は嘘のようにシャキシャキと仕事に取り組めるようになった。今では新しい主任も赴任して、手を取り合いながら業務に励んでいる。山下さん、来月から正社員として雇用させてもらいたいんだ。新しい主任は私を認めてくれて、正社員での雇用に前向きだった。ついに夢が叶う時が来たのだ。今はその時に向けて緊張と期待の入り混じった毎日を送っている。しかし立場がどうであれ、堅実に前向きに頑張ることには変わりない。それが引きこもりだった私に手を差し伸べ、今回の一件でも助けてくれた勝樹くんとおじさんへの恩返しになると思うのだ。